こんにちは、ケイコです。インドのリシケシからです。早いもので2023年秋にインドが来てからいつの間にか半年が過ぎました。インドを出る日も近いのでお土産を物色中です。最近ではリシケシでも観光客向けの手頃なワッペンやキーホルダーや雑貨も売ってて便利になりました。長かった冬がやっと終わり、過ごしやすい季節になりました。去年の11月半ばにディワーリがあり、その後に冬が始まりましたが、先日色と光の祭りであるホーリーが終わり、昼間は夏を感じる今日この頃です。ホーリーの前にはヨガフェスティバルもありました。牛も猿ものんびりとガンジス川沿いで暖かくなった春風を謳歌中です。寒気が始まった季節にリシケシに来たので、雨はほとんど降らず過ごしやすい半年でした。ヨガの先生方やヨガメイトにも相談したんですが、人工股関節向けのヨガの先生はやはりこれまで習ってきたリシケシの先生方がベストだろうという結論に至りまして、ヨガのレッスンはずっとリシケシで受けています。ロックダウンで約3年間過ごしたインドを出た日に着いたベトナムで股関節の怪我をして手術を受けました。その約1年後に戻ってきたのがインドのリシケシュです。おかげさまで期待以上の成果を感じる毎日です。年末年始のリシケシュが冷えて寒い季節にはバラナシやブッダガヤに旅行もしてきました。長距離バスも使っての旅行でしたが、股関節の具合が悪くなることはありませんでした。リシケシでも私がいるのは大きなアシュラムが多数存在する伝統的な宗教的なエリアです。以前は常に熱心なヒンズー教の殉教者で溢れていました。というのも、1年ぶりにリシケシに来て驚いたのは、リシケシが観光目的の旅行者にもさらに楽しめる街になっていたことです。ありていに言うと、寺巡りをしない若者グループにも楽しめる土地になっています。リシケシには山も川もあるので、以前から人気のラフティングの他にもアウトドアアクティビティ5点セットの販売などもあります。州政府指導での観光客誘致がかなり積極的に行われているように見えます。今期はですね、なんとそのエリアでビートルズフェスティバルなるものが開かれていました。数十年前にビートルズが迷走したことがあって、野生の猿が多く住んでいるアシュラムっていうのがあるんです。そこに向かう道がビートルズストリートという名前になっていました。今後いつかは欧米の有名な歌手やグループがインドでコンサートツアーなんかをするようになるんでしょうか。インドの人口は十数億人で世界一。世界中のエンタメ界の人々が狙ってる国であることは間違いないでしょう。そんな日が来るのを見たいような、見たくないような、やっぱり見たくないかな。諸行無常で全ては移り変わっていきます。でも変わらないものももちろんあります。インドの大きな祝祭日で、インドに多分あまり詳しくない人でも知ってる可能性があると思われるのがディワーリとホーリー。季節としてはディワーリとホーリーはそれぞれ冬と夏の始まりとインド人は認識しています。ディワーリはヒンドゥー暦の新年です。つまりお正月ですね。これは5日間行われます。ヒンドゥー教徒のインドの家庭には各お家に日本でいうところの神棚や仏壇があって、毎日お花や水を祀っていますが、
新年であるディワリ前には家中を掃除して飾り付けをして新しい服や家具を買います。普段から玄関などに色粉などで絵を描いているのですが、ディワリや他の祭日やたくさんいるヒンドゥーの神様の誕生日には子供たちに神様関連のお話を伝えながら新しく絵を描いています。私がリシケシで住んでいるのは民家の会場を増築してアパートにした普通の家なので、開花に住む大家一家のそういった日々のヒンドゥー教に基づいた生活を垣間見ることができます。先日の3月の満月の日には光と色の祭りであるホーリーがありました。やはり開花の大家さん一家はホーリーの1週間から10日前から準備で忙しくしていました。インドでは伝統に基づいた季節のイベントをとても大切にしてて、そういうところが日本と似てていいなと思うところです。さて、私がインドに通っている目的はヨガです。今年は15年ぶりにリシケシでのヨガフェスティバルにも参加しました。リシケシのヨガフェスティバルは1999年に始まりました。20年前から習っている先生がそのヨガフェスティバルで教えるというので、私も参加してみたのです。大学でヨガを習っている学生さんやヨガが全く初めての観光客の中高年の方々など100人を軽く超えるいろんなタイプの参加者に丁寧にヨガを教える先生に感動した1週間でした。ヨガフェスティバルへの入場や登録も QR 読み込みを使うなどかなり今時のシステムを採用していました。素朴なカバンとヨガマット、素焼きの水筒がお土産でした。水筒はね、蓋が閉まらないんですね。そこはやっぱりインドっぽいかな。さて、ここからはリシケシの物価について紹介します。秋にリシケシに来た時は1年前と比べて物価が数%上がっててビビりました。そして年末年始に約1ヶ月インドの国内旅行をして帰ってきたらまた物価が上がってました。日本はここ30年ずっと給料は変わらずデフレなので、インドの毎年の物価の上昇率にまだ慣れません。さて、ゲストハウスの宿泊費ですが、ロックダウン中からデリーやムンバイのオーナーが新しく建ててきたゲストハウスが多数リシケシにはあります。ロックダウン後の今も常にあちらこちらで新しいホテルが建築中です。これまでの古いインドのゲストハウスと違い、日当たりよく窓も大きくて隙間風もあまり吹かない快適な部屋です。トイレシャワーもついた個室で1人1泊だいたい1000ルピーから。新しいゲストハウスでキッチン付きなら1泊2000ルピーでも珍しくないです。もちろん長期滞在割引もあります。地元のインド人の方たちも使うような野菜や果物、穀物、調味料などの値段も少しずつ上がってきています。円安も相まって日本円に換算するとロックダウン前と比較しても約2倍です。日本円の弱さを日々実感するインド生活です。輸入品に関してはもともと私たちのような外国からの旅行者しか買わないので値段もそこそこ高かったですが、さらに上がりました。例えばキッコーマン醤油は1リットルで510ルピー、そうなんやね。オリーブオイルは1リットル入り1100ルピー、ネスカフェクラシック 90g が350ルピー。インドはもともと菜食主義の国で、リシケシの私がいるエリアは特に宗教色が強いエリアなので、肉や魚などの動物性タンパク質はありませんが、卵は買えます。
菜食主義であるインド人は使わない食材ですが、私たち外国人向けの食材として売ってくれてます。白い殻の卵が1つ8ルピー、茶色の殻で15ルピー。良質なタンパク質を摂取したいために、豆の他にも卵は毎日最低2個は食べるようにしています。めったに外食はしなくて、基本は自炊なので、野菜や果物をいつも同じ屋台で買っています。だいたい2日間4回分の食材を買っています。ロックダウン前は1回の買い物でめったに100ルピーを超えることはなかったけれども、今は余裕で超えます。たまに200ルピー以上かかる時もあります。リシケシにはたくさんアシュラムがあって、そのうちいくつかの食堂ではターリというカレー定食が食べられます。私がいる宗教色の強いラムジュラという地域にある一番大きなアシュラムのターリーはついに100ルピーとなりました。このリシケシ最大手のアシュラムの裏側にある別のアシュラムもターリーが食べられて、そこは90ルピー。あと必需品といえばお水なんですが、私のアパートには浄水がないので水も買ってて5リットルで70ルピー。ここ数年で新しくリシケシに建ったゲストハウスのほとんどが浄水器がついていますので安心してください。インターネット事情ですが、うちのアパートの Wi-Fi はとても弱いので、私はインドの SIM カードを使っています。SIM カードも毎年値段が上がってて、私は1日 3GB を8週間使えるものを使ってて、700ルピー。2年前は同じプランが560ルピーでした。4週間のプランもあって、1日 2GB 使えて300ルピーです。短期滞在ならこのプランが良さそうですね。私たちのように外国からの旅行者がよく行く飲食店ではフリーの Wi-Fi が使えるし、最近の新しいホテルもまた同じく Wi-Fi が使えるので、このカードを使ってない人もいます。最後になりましたが、私のインド滞在の目的であるヨガのレッスン欄について紹介します。先生や教室によって違うのですが、だいたい1回のレッスン料が300ルピーから500ルピー。そろそろ最安値の1回300ルピーのクラスも値上がりしそうです。インドにはヨガを習いに来ているので、ヨガのレッスンには毎日行くし、なんなら1日2回行く時もあるので、滞在費に占めるヨガのレッスン料の割合はかなり高くなります。ちなみにリシケシの場合はヨガのレッスン料が高いからといって先生の知識や経験レベルが高いというわけではありません。どちらかというと生徒数が少ない先生の方がヨガのレッスン代が高く、人気があって長期滞在だったり何年間にもわたって何度も通う生徒数が多い先生の方がヨガのレッスン代が安い傾向にあります。リシケシもそれなりに広いので、ご自分の泊まっているホテルからの距離などの関係も含めて、ホテルから通える範囲でご自分の体に合った先生が見つかるといいですね。本日もご視聴いただきありがとうございました。さよなら、またね。